はい、どうも実行の取り師の亮太です。家だと簡易用のシャープナーみたいなやつで包丁研いで切れ味戻してると思うんですけど、あれだとなかなか切れ味が長く続かなかったり切れ味が良くならなかったりすると思うんですよ。今回は砥石を使った研ぎをすることによって、切れ味もめちゃくちゃ良くなって切れ味の持続性も上がるので、その砥石を使った研ぎをしていこうと思います。で、今日は研ぎの中級編をやっていこうと思います。今回使用する包丁がこちらになります。リンっていうシリーズの三徳包丁になるんですけど、材質が V 金10号っていうステンレス系の材質で、持ち手までステンレスなんで、錆びにくくて衛生的に使える包丁になってます。この包丁を研ぎ直ししていきます。はい、では今回使う道具がこちらになります。で、今回使うのはこの旋盤っていう中砥石とこの6旋盤の仕上げ砥石になります。で、今回はうちの実行オリジナルのセラミック砥石を使うんですけれども、普通の砥石でも大丈夫ですので、旋盤と6旋盤でやっていきます。はい、では研いでいく前にこの砥石をちょっと水につけていきます。で、これセラミック砥石なんですけど、ちょっと水吸うタイプになるんで、ちょっとだけ水つけてもらえると使えますんで。では今回研ぐ包丁の研ぐ前の状態がこちらになります。で、今回は中級編なんで、この研ぐ部分なんですけど、刃先の本当に刃先の部分を研ぐ感じで研いでいきます。で、今はちょっとこの先っぽのここ何ミリかに研ぎ目があるんですけど、ここは今回研がないのでそんなに見た目は変わらないです。包丁の持ち方なんですけど、3本の指でここ固定してもらって、人差し指ここで親指がここっていう感じで、この状態で持ってあげると包丁がぶれずにグラグラしないので、この状態をキープする感じで持ってください。包丁は砥石に対して45度の角度で研いでいきます。で、包丁と砥石の間の角度なんですけど、今回は簡単に素早く刃をつける研ぎ方になりますので、よく言われる10円玉1枚か2枚分ぐらい上げる感じですね。なのでこれだとこんぐらい上げてもらって研ぎ始めます。で、研ぐ時の力の入れ方なんですけど、押す時に力入れて引く時に力抜く感じで、それを繰り返すっていう感じですね。で、研ぐ前に、ちょっと砥石乾いてきてると思うんで、こんな感じでちょっとだけ水つけてもらって研いでいきます。最初慣れないうちは包丁を4から5箇所ぐらいに分けて研ぐのが包丁の形も崩れなくていいと思います。っていうのも、研ぐ時に10円玉 1,2 枚分ぐらい上げてもらって、この左手置いてるとこが研げる部分になりますので、これの場合だとここら辺が研げます。なのでこの状態だとここ研げるんですけど、こう研いだ後に次こっちに指をずらして、この指置いてる下の部分が研げるんで、ここを研いで、で次こっちに移動して研いで、これを繰り返すっていう感じですね。で、この時の研ぐ目安なんですけど、最初はだいたい10回ずつぐらいやってもらえたら均等に研げると思います。はい、では実際に10回ずつ分けて研いでいこうと思います。で、砥石が乾いてきたらちょっと水足してあげて、泥を洗い流さずにもう一回研いであげてください。で、最後の切っ先の部分なんですけど、ここはちょっと砥石が当たりづらい場所になるんで、この右手の方を少しだけ上に上げてもらうと、この刃先の部分がピタッと当たりますので、その感じを意識しながら10回研ぎます。はい、では5箇所研げたんで、次に乖離を確認していきたいと思います。で、その乖離の確認方法なんですけど、この包丁に対して親指を平行にスライドさせて、この刃先の部分に引っかかりがあるかどうかを確認します。引っかかりがあると乖離がついてます。
で乖離がついてたら表が研げてるっていうことになります。乖離が出てないとこは逆に研げてない部分になりますんで、さっきみたいに10回追加で研いであげてください。でもう一回乖離を確認して乖離が出てたら研げてます。全体的に乖離が出てますんで表の研ぎは終了になります。で次に裏を研ぐんですけど、裏を研ぐ時の持ち方は、さっきと同じような感じなんですけど、3本の指で柄を持ってもらって、人差し指をこの包丁の顎の部分を押さえてもらって、親指で包丁の背の部分を持つっていう感じですね。でこの状態で、さっきと同じように包丁に対して45度の向きで持ってもらって、で包丁の角度も10円玉 1,2 枚分ぐらい浮かして研ぎます。で今度は引く時に力入れて押す時に力抜いてください。ここの部分はこの45度のまんまだとこの柄が邪魔して当たらないんで、包丁を90度の角度にしてもらって、でこの状態で10円玉 1,2 枚浮かしてもらって研いでいきます。で次がで裏側も切っ先の部分はやっぱり当たりづらいんで、ちょっと持ち上げてもらって研ぎます。で裏全部5箇所分けて研げたら、また今度はさっきと逆の方の乖離を確認します。はい、でまた乖離が全体的に出ましたので、これで裏の研ぎも終了になるんですけど、表も裏も両方研げたら先っぽの目を通すために10円玉 1,2 枚分ぐらい上げてもらって、で切っ先から顎に向かって1回ちょっと餅をスライドさせてもらって、で最後反対側も今度は顎から切っ先に向かってスッとしてもらったら旋盤の研ぎが終わりになります。はい、ではこの紙を試し切りしていきたいと思います。はい、でこんな感じで、切れるんですけど、めっちゃ滑らかな切れ味っていう感じではないですね。今砥石で研いだとこの研げてる部分がこの包丁の刃先の光ってる筋みたいなとこになります。はい、で次に今切れ味がちょっとザラザラだったんで、次にもっと切れ味を滑らかにしていくために6000番で研いでいこうと思います。で6000番の研ぎ方なんですけど、6000番も1000番と全く一緒の研ぎ方で大丈夫ですので、さっきみたいに研いでいってください。砥石に対して包丁45度にしてもらって、また10円玉 1,2 枚分ぐらい上げて、で、5箇所に分けて10回ずつ研ぎます。でまた研げたら乖離を確認していきます。はい、で全体的に乖離が出てますので、次は裏ですね。はい、で裏も研ぎ終わったんで、また乖離を確認します。はい、で全体的に乖離出ましたんで、またさっきと最後同じようにこの切っ先から顎にかけて、今度は 2,3 回スッとしてもらって、で裏ですね。裏は顎から切っ先でシュッとしてもらったら
完了になります。はい、で次に砥石の研ぎは終わりになるんですけど、海里がまだちょっと残った状態になってますんで、その海里を新聞できれいに取っていこうと思います。新聞の印字の部分を足の上に置いてもらって、包丁をこうなんていうんですかね、なするこする感じでやってもらったら取れます。はい、で次にこの刃がついてるかどうかの確認方法なんですけど、よく爪でやったり、この刃先を手で触ってやったりする方もいるんですけど、この新聞に刃を立ててあげてちょっと前にスライドする感じでやると、新聞だとこの動かないんですね。でこの動かなかったら刃がついてます。はい、で6000番当てた時の研ぎ目がこんな感じになります。で研いだ目は1000番と全く一緒の場所にはなるんですけど、1000番よりもちょっと鏡面っぽくなって光も綺麗な感じになってます。はい、ではこの6000番の切れ味の試し切りをとりあえず紙でやっていこうと思います。はい、で6000番だと、こんな感じでめっちゃ切れ味も滑らかになるんで、次は食材を切っていこうと思います。はい、で今回試し切りしていくのがかぼちゃとトマトです。はい、ということで紙と食材の試し切りが終わりました。で紙も食材もやっぱりめっちゃ6000万だとスッと切れるんで、お家でも仕上げ砥石があった方が全然切れ味は良くなると思います。で今回は中級編ってことでこの刃先の方だけを研いだんですけど、なんでこの前の研ぎ目は取れないんですね。研ぎ目を取る研ぎ方とか、包丁の見た目をきれいにする研ぎ方とか、ちょっとこの包丁の厚みを調整する研ぎ方っていうのは、また次回の動画とかでしますので、よかったらそっちも見てください。今回の動画見てよかったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。